本を読むことによって本来自分が見れなかった人生を疑似体験できるものだと思っているので、読めば読むほど多分何かが良くなってるんだと思います。菊池健人です。よろしくお願いします。もともと大学4年間で哲学と心理学みたいなことをずっとやっていて、その時からファッションに興味があって、なんかなし崩し的に大学院まで行っちゃって、ファッションの歴史とかそういうことを研究する傍らでブランドのアシスタントと PR のインターンをしてましたね。それで今は販売員をやりながら結構いろいろなことに携わらせていただいてますね。もともとなんか癖っていうか、興味があったことをとりあえず調べるっていうのがもともと癖みたいなもので、そのファッション全体に詳しくなるようになったのも多分古着屋さんにもともとよく行ってたんで、ヴィンテージを深掘りしていって年代の判別の仕方とかどういう時に使われてたかとかっていうことをすごく毎日のように調べているようになったら、自然とそのファッション全般に対してそういうことをするようになっていって、だんだん詳しくなっていったっていうのはあるかもしれないですね。ちょっと家の本棚数えてみたんですけど、多分実家にあるのを含めて6、70冊ぐらいかなっていう感じですね。そんなに多くないとは思うんですけど、結構人殺せるみたいな分厚い本とかもいくつかあったりしますね。じゃあ1冊目、20世紀ファッションの文化史っていう本なんですけど、ちょっとサイズがコンパクトなのもあって今日ちょっと持ってきやすかったのもあって持ってきたんですけど、19世紀後半からのファッションの流れを読みやすく解説している本で、結構そうやってやっていくとギャルソンとかが出てくる前にビビアンとかで止まっちゃう本とかが結構あるんですけど、この本はギャルソン・マルジェラからこの後のファッションに何が求められていくかみたいなことまでちょっと書いてくださってて、特にデザイナーを10人ピックアップして書いているので、なんか今自分が好きなブランドであったりとか興味があるブランドっていうのをリンクさせて考えることができるので、すごく身近に感じられる本だと思います。これすごく読みやすくておすすめですね。この本じゃなくても別にいいんですけど、こういう歴史系の本はファッションに携わる仕事をしたりとかファッションに興味がある人はちょっと全員読んでほしいぐらいですね。どういう変遷があってファッションが生まれて、女性がジャケットを着るって今は当然のことだけど、それがどれだけ昔はおかしなことだったかとか、今当然なんだけどその当然を獲得するためにどんな苦労があったかとかっていうのは知っておいて損はないと思いますし、それを知ることによってまた一着一着に愛着が湧いてくると思うので、歴史の本は必ず読んでくださいっていう感じですね。これちょっと鷲田清和さんっていうもともと京大の学長の方で、日本の哲学家の中で初めてファッションをちゃんと論じた人の、ファッション論の集大成みたいな本、最後のモードって本なんですけど、一応最後のモードを持ってきたんですけど、最後のモードじゃなくても読むのはいいと思います。哲学を着て街を歩こうとか、あとモードの迷宮とかもっと読みやすくてこのぐらいの厚さの文庫本が結構あるので、自分の体って当然のものだと思ってるけどそれが当然のものじゃないっていうようなことが書いてあったりとかして、ファッションを楽しむことによって自分の体に対する意識ってどういうふうに変化していくのかっていうのをすごくよく考えられていらっしゃる方なので、少し見てくれだけのファッションに疲れたとか、ハイブランドばっかり着て周りと比べすぎるのに疲れちゃったなみたいな時に、自分のファッションって何なんだろうとか、自分が着たいものとか自分が着るべきものって一体何なんだろうなっていうふうな疑問がふと湧いてきた時にこういう本を読むと、なんかちょっとその手助けになるというか考えるきっかけになると思う。結構おすすめします。特に今自粛中の外に出ない皆さんの体っていうか、動きたくても動けない体とか、服を着たくても着れない体、そのうずうずしてる体を考えるためのヒントをくれると思うので、ぜひちょっと鷲田さんの本は何でもいいんで読んでみてください。ちょっと最後の一冊ちょっと変わったのを持ってきちゃったっていうか、ファッションの本っていうよりも写真集で、これがファッションのっていう切り口かはちょっと微妙なんですけど、山口小夜子さんって日本初めてアジア人ってスーパーモデルとして世界に出て、建造
とあと山本関西をはじめギャルソン一世のランウェイを歩きまくった山口小夜子さんの写真集ですね。横須賀典明っていうもう亡くなった写真家の方が撮ってらっしゃる小夜子っていう写真集なんですけど、これが今絶版本で普通に状態いいの買おうとすると5万ぐらいするんでなんですけど、霞が関の国立国会図書館って国がやってるめちゃくちゃでっかい図書館で蔵書としてあるので探して一回見てみることをおすすめします。僕は21ぐらいの時に東京都現代美術館で山口小夜子さんの個展があったんですけど、そこでもう本当にこの人の身体表現であったりとか美しさにすごく惹かれて、大学院の修士論文はこの人のことについて書いたんですよ。それでこの人の資料本もいくつか持っていて、ほとんど絶版になってるんですけど、中でもやっぱり本当に行き詰まった時にこれをめくってすごくエネルギーをもらうっていう一冊になっていて、皆さんも自分が美しいと思ったものに従って生きるというか、そういうものを見てエネルギーをもらうっていうのがすごく大事だと思うので、なんかそういう一冊を見つけていただけたらなっていうふうに思います。山口小夜子さんとかって例えばモードに詳しい方はご存知な方多いかもしれないんですけど、ちょっとリアルクローズ寄りのブランドさんやってる方とかって意外と知らなかったりするんですよ。僕はなんかそういうモードとリアルクローズみたいなのの垣根をそもそも自分は設けないタイプの人間なので、ファッションに関わる方が山口小夜子さんを知らないっていう現状にすごく嘆いてたっていう時期すらあったぐらいなので、彼女の存在自体はマストで知っててほしいなっていう気持ちもありますね。ちょっと強い言葉になっちゃうんですけど、なんかそういうものっていくつかあって、もちろん今目の前にあるファッション、今目の前にいる人に対して何を着ていくかっていうのが一番大事なことなんですけど、なんかそれを抜きにしても必ず知っておいた方がいいチェックポイントっていうのはいくつかあると思うので、本を読むっていうのはそういうことにもつながってくるかなっていうのを思うんですけど、これはぜひ見てほしいです。今後読みたい本はちょっと最近忙しくてあんまり本読めてないんですけど、ちょっとビジネス書とかそういうの読んじゃってたんで、一回そういうのやめたいなと思ってて、もともと小説が好きなのもあって、そうですね、小説読みたいですね。ファッションに関する話じゃなくて申し訳ないんですけど、なんかブランドさんのコレクションのインスピレーション元とか辿ってみると、意外と小説だったりとか演劇だったりとか映画だったりとかよくあるじゃないですか。なんかそういうところからインスピレーションをもらうって大事だと思うし、特に僕は三島由紀夫の小説をよく読んでて、読んでる時に物語のシーンが頭に浮かんできて、その中の登場人物が自然に結構かっこいい姿をしているっていうことがよくあるので、それ読んでて浮かんできたファッション像みたいなものをちょっと自分もやってみようかなっていう風に気分になるので、ちょっと物語に触れたいなっていう風に思っています。自分の将来の夢、本当におじいちゃんになってからとかもう死ぬ間際でいいので、ファッションの研究施設みたいなものも作れたなっていうふうに思っていて、ファッションの本って結局調べると図録だったりとかコレクションの解説とかそういうところだけになってしまって、ファッションについて体系的に論じられている本みたいなのが探すと意外と出てこないし、やっぱファッションについて興味があって勉強したいとかこれを研究したいっていうふうに思った方がまとまったそういう資料を手にする場所がないので、それをまとめた場所、図書館であったりとかブランドのアーカイブピースが所蔵されていたりとかして、研究したい人もそこに出入りすればすごく快適な環境になるし、これから洋服作りたいとかっていう方もそこに行くことで新しい知識を得られるっていうような場所が将来的に作れたらなっていうふうに思っていて、あとは自分も本書いてみたいですね。死ぬまでに本書いてみたりとか、せっかく大学院も出てるので一回大学の教壇に立ったりとかもしてみたいですね。この知識をせっかく生かすんだったらそういうことをしたいなっていうふうに思ってるんですけど、一番間近な課題っていうか間近にやりたいことっていうと、自分でお店をやってそこをサロンみたいな姿にしたくて、洋服について考えたりとかただ楽しむだけじゃなくてちょっと難しく考えたりとか議論できるような場所にしたいなっていうふうに思っています。
そのモデレーターみたいな感じの人間になれればなっていうふうに僕は考えてますね。難しいですね。小説でも普通の本でもですけど、本ってやっぱ一つの人生の凝縮されたものだと思ってて、何かについて考えた10年間の記録であったりとかだったりするんですよ。多分全ての本って、本を読むことによって本来自分が見れなかった人生を疑似体験できるものだと思っているので、読めば読むほど多分何かが良くなってるんだと思います。難しいですけどね。